コナモンビーツラジオ2回目始まります。イエーイ。では、MC を務めます声優の南條佳乃です。よろしくお願いします。そして番組を盛り上げてくれるのはこのお二人、セッキーとミヤーヌです。はい、セッキーこと、関戸剛です。スクエアエニックス大阪開発部で主に、作編曲等を、手掛けております。今日もよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、同じく大阪サウンド部でサウンドディレクターをやらせてもらってます宮野こと宮永秀則です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回目はリモートでねお二人参加だったんですけど、今回は東京まで、来てくださいまして、雨の中、ね、そうですね、大変な中にすみません。大雨に今なってますけど、なんちゃんも本当そんな中すみません。いやとんでもないです。もうね湿気がすごいですね今日はね。よろしくお願いします。そうというわけで、コナモンラジオ1回目はですね、スクエアエニックスミュージックの楽曲を聴きつつ3人でお便りに答えたりまったりねお話ししていきましたけども、今回もそのような形でゆるりとお届けできればなと思っております。今回はファイナルファンタジー7リバースからピアノのミニゲームをちょっと持ってきてますのでね、ぜひなんちゃんにも今日遊んでもらいたいなって。そうですね、楽しみですね。リスナーさんはもうプレイしてるよって方もいらっしゃると思いますけど、そうですね、難しいかな。大丈夫ですかね。大丈夫です。本当ですか。バッチリサポートします。おー、頑張りたいと思いますけど。これはあれですか、PS1 の時のものとはまた違うんですか。全然違くないですか画面が。いいところ込んできましたね。ちょっとその辺の話も後でゆっくりそうですね。しますかね。なんとミヤーヌがね制作されているということで、思いの丈がたくさんあるという。そうなんです。ね、そうなんですよ。はい、楽しかった思い出、悲しかった思い出、はい、いろいろね宿題遅れたのもそのせいだという噂もありますけども、というわけで今回のお品書きですが、スクエアエニックスミュージックサントラ曲紹介、お便りビーツ、ファイナルファンタジー7リバース、ピアノミニゲームをプレイでお届けしていきたいと思います。それではお便りビーツ、お便りご紹介していきたいと思います。コナモンネームなんと書いてなかったので、次回からぜひ書いていただきたいなと思うんですが、海外のリスナーさんからのお便りでちょっと翻訳機械で書けましたので、ちょっとあれかもなんですが紹介させていただきます。こんにちは。英語の字幕を提供してくれてありがとう。本当に感謝しています。おかげで私や友達も見やすくなりました。関戸さんは本当にギターがうまいんですよ。彼にもう少し遊んでもらえたらかっこいいと思います。この番組はとても面白いですが、とても教育的です。フォーリーのエピソードは本当に楽しかったです。これからも頑張ってください。次は何をするのか楽しみです。ありがとうございます。で、海外からのお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フォーリーもね楽しんでいただけたみたいですけども、ああやってこうお題をいただいて、やったことでこうやって楽しんでねもらえてるっていうのは、そうですね、いや嬉しい限りですし、なんかね、ああいうことを通じて僕らの仕事っていうのも、なんか紹介できたというか。そうですね、なんかゲーム制作の過程とかももっと知りたいっていうリクエストも届いてるそうなので、そうですよね。なのでもっとこれからもどんどん無茶ぶりをいただきたいです。無茶ぶりをお題をいただきたいですね。そうです、なんかね、海外の環境音を取ってきてほしいなんていうリクエストが来たら最高に嬉しいですね。仕事できますからね。そうですよ。日本とどう違うんだっていうところも含めて。でもなんか湿度とかでやっぱ音変わるって言いますもんね。ですよね、きっとね。全然違うはずです。ね。それを検証すべくですね。そうですよ、我々は。だってレコーディングだってお金ある人は海外の湿気がないとこ行って撮るんですか。ね。ですよね。聞きますね。西海岸の方に行って。お金がある人は。果たして我が社にお金がおっとっと。我が社ありそうですけどね。私にとっては我が社じゃないですけど。関はギターうまいって。ありがとうございます。この方は耳がかなり超えてる。いい耳をお持ちで。さすがプロモーターと。そうですね。なんかギター抱っこができたみたいな話も書いてありますけど。そうなんですよ。最近ちょっと別
つの楽曲のギターがかなり激しくて、ここあ、本当だ。はすごい。タコとこの内出血ですね。できてしまって痛々しい指になってますけど。すごいコナモンビーツらしいですね。タコだけに。セブンリバースの曲も何曲か演奏したという。そうですね。ほんのちょっとですけど演奏と編曲もほんの少しさせていただいております。はい。それは素敵なお話ですが、ファイナルファンタジー7リバースのピアノミニゲーム、制作者自らご紹介していただこうと思います。やっていきましょう。ね、気になってますけど、このコーナーはファイナルファンタジー7リバースからピアノのミニゲームを紹介させていただこうと思います。ファイナルファンタジー7プレイステーション版のミニゲームだと、ティファの幼なじみのね、ティファちゃんのお家に行って、演奏するとファイナルヘブン、究極奥義がゲットできるっていうあれでしたけども、今回のピアノのミニゲームはミアーヌがこのミニゲーム制作されたということで、なんとね、そうなんです。頑張りました。原作はね、プレイステーションのボタンをポチポチしてでしたね。それで音階を奏でるっていうシステムやったんですけども、あれをねもっと発展させて、画面がだって発展してますもん。そうでしょう。大変身を遂げて、もう本当に本格的な音ゲーとして、いや本当すごい難しくなってそうだな。このスティックをね使う形になったので、若干癖があるので、そこのとっつきが最初はちょっと苦労するかもしれないですけど、でもそこを超えれば。そうなんだ。単音モード、半音モード、マイナーモード、そうですね、キーリセット、オクターブリセット、なんかいろいろオクターブ変更とかめちゃくちゃ情報が増えちゃってますけど。楽器ですよね。そうですね。ちょっとじゃあこれ鳴らしながら説明した方がいいですかね。クラウドあんなに原作でたどたどしく弾いてたのに、こんなコードまで書いてある。そうそう。しかもバスターソード背負ったままこう。いや本当オルガンのねとこ座って。そう起きなさいよって感じなんですけど。そうこんな感じでね。右手と左手、それぞれをこの両方のスティックに割り当ててある感じですね。で右手側が今これ単音モードって言って。こういう感じでドレミファソラシドが鳴るんですけど、左側はね1個レバー倒すだけで、こうやって今和音が鳴るようになってるんですね。なのでこれ、今はね自由に弾けるモードでやってるんですけど、こういうのをうまく使うと。制作者大丈夫ですか？うまく使うと。制作者でもこの難易度をもしかして難しくないですか？いやちょっとね今ね手が滑っちゃいましたね。滑っちゃって。こんなことができるようになってます。ゲームを進めていくとね、楽譜をあちこちから入手することができて、スコアまで書いてあるじゃないですか。そうなんですよ。ここに入るとこれの楽譜を遊ぶってやると、いわゆる音ゲームが始まります。難しそう。じゃあ原作のちょっとしたメロディーだけではなく、そうです。ちゃんとその楽譜の音符が流れてくるので、それに合わせてレバーを入れて。難しそう。ちょっとね、どんな感じになってるんだろう。これはもうね遊んでいただくのがやってみよう。一番かなと思うので。しどろもどろで。いやいいんです。しどろもどろやってみよう。見てください。頑張れクラウド。頑張れ。これ左スティックも出てくるのかな？たまに出るぐらい。やめてほしい。たまにです。単音しかわかんない。何これどうするんだろう。音符がね流れてきます。ほら。そう。すげえいきなり。できてるじゃないですか全然。初見ですよね。初見です。実は体験版やり込んでたとか。ごめんなさい。やってないです。すごい。いや結構。甘やってました。難しい。どういうこと？でもそういうことです。タンタンってやれば大丈夫ですね。クラウド下手くそだな。できない。いやでも
こういうことか。僕左手やります。あ、左出てました。あ、やります。いいですか。ちょっとね、右目を右の方にして左目を左にするとこういうことか。あ、そう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 。お、できてる。お、いけてますよ、いけてますよ。ほら、ちゃんとメトロノーム消えたでしょ今。本当だ。あ、すごいすごいすごい、続いてるコンボが。これね、コンボが続くと、伴奏が豪華になっていくようにしてるんですよ。あれ、むずいなこのスティックが。いやいやいや、でも初見と全く思えない。めっちゃうまい。そんなことない。いや、これほんまに2、3回やったらすぐいけますよ。いや、すごいすごい。これお世辞抜きです、マジで。下です。ああ、素晴らしい。いや、なんちゃん、これは。やべ、メトロノームなってきちゃった。そうそう、コンボが途切れるとね。いや、いいんですよ、でもすごい。あ、面白い。おー、なるほど。いやいや、でも初見とほんまに思えないです、これは。はい、面白かった。いやいや、そう言っていただけると。譜面もじゃあどんどん冒険が進むごとにこうアイテムを拾っていって増えていくみたいな感じ。いろいろとあちこちから回収していくと遊べるゲームの曲が増えると。なるほど。ぜひぜひ遊んでほしいですね。私の記録はあっという間に塗り替えられると思うんですけど、私ももうちょっとねちゃんと集中してやりたいですね。でもそうですね、本当に慣れると。でも初見とほんまに思えなかったです。びっくりしました。本当ですか。いや、ありがとうございます。僕も開発入った時に、入った時点である程度インターフェースはできてたんですよ。で触って、結構苦労しました。あ、そうなんですね。やっぱりね、特殊な今までいじったことのない感じの動きでしたけどね。はい。今ね、コンボがつながっていくと、どんどんと伴奏が豪華にね、すごいですね。それやる気がどんどんね出てきますから。そうなんですよ。最初ね、やっぱりちょっと難しかったりとっつきにくかったりするので、なんかやっぱり上手くなることにモチベーションが上がるようにしたいなと思って。結構これってその現実のピアノの練習とかと近いところ。そうですね。途切れ途切れだったのがどんどんね綺麗に演奏できるようになってくるみたいな。そうなんですよ。なのでね、これ1曲につき3バリエーションのアレンジを実は作ってるんですね。でかける、用意されている曲数なので、実は結構作業量が単純に3倍になるっていうので、そんな苦労もあったりとか。それがこのクラウドのうまさによってまたシームレスに伴奏が変わっていくってことですね。そうなんですよ。でもね、やっぱその楽しんでいただこうと思って、アレンジはね、うちのオケピアニストの大江直がいましたけども、彼女と臼井淳介っていう若手がいるんですけど、その2人で頑張ってもらって。そうなんですね。本当このミニゲームだけで1日終わっちゃいそうなぐらい遊び込めそうですけどね。はい、のでぜひぜひプレイヤーの皆さんにもね、本当思う存分に楽しんでいただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、ファイナルファンタジー7リバースは2024年2月の29日に発売しております。プレイステーション5パッケージ版とダウンロード版ございます。バトルはアクション要素が強めのモードとコマンドバトル方式から選択もできるということなのでね、ぜひぜひ皆さんプレイしてください。というわけでファイナルファンタジー7リバースピアノミニゲームを制作者自ら紹介でした。はい、ありがとうございました。コナモンビーツ